頑張って色塗ってみたんだけど、なんかうまくいかないんだよな。絵が上手い人の色って、バチッと決まっていて、なんか色が塗ってあるだけでリアリティが増すのに、自分が色塗ると逆に落書きみたいに見えちゃって、見栄えが良くならないんだよな。どうすればいいんだろう。なんていうことありませんでしょうか。こんにちは、斉藤直樹です。今日はですね、その問題、一発で解決できる色塗りのコツをお伝えしようと思います。関連したお悩みの相談来ております。10代、高丸さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも勉強になる動画ありがとうございます。早速ですが、質問があります。私はデジタルで絵を描き始めてから約半年が経つのですが、一向に色塗りがうまくできません。原因はいろいろあると自分でも分かっており、それを解決するために様々なことを行っています。ですが一つだけ、原因すら分からないことがあります。それは、自分の絵にはデジタルで塗った感があることです。プロの方のイラストを見ていると、影に厚みや柔らかさ、奥深さを感じ、まるで現実に存在しているようなリアリティがあります。一方で自分のイラストには、影に厚みを感じず、リアリティさに欠けていると感じます。自分としては、色選びがそうさせているのではないかと思っているのですが、この認識で合っているでしょうか？デジタルで塗った感を軽減する方法や練習などありましたら教えていただきたいです。わかりづらい説明で申し訳ありません。よろしければご回答をお願いします。こちらは私の X の URL です。投稿されているイラストは動画内で使用していただいて大丈夫です。ご回答の参考になれば幸いです。とのことです。はい、高丸さん、ご質問ありがとうございます。デジタルで描き始めてから半年ということなので、まだね、デジタルで塗るということに単純に慣れていないだけということもあるかもしれませんが、自分の絵とね、プロの絵を見比べて、自分の絵には影の柔らかさや厚みが足りない、奥深さが足りないってね、自分の絵を分析してみる姿勢。これはね、絶対に上手くなる人だなと思いました。で、実際ですね、高丸さん、ご自分のイラストのアカウントを紹介されているので、見てみたんですが、いや、かなり上手ですね。特に形を捉えるセンスがすごくズバ抜けている人だなと思いました。例えばですね、こちらのイラストは、色はほとんど塗っていませんが、こういうシンプルな顔のイラストを見てもね、それぞれの角度でうまくデフォルメを入れつつ、立体感を感じる線を描けていますし、はい、このように色を塗ったイラストでも、ご本人はね、あんまりうまくいっていないように言っていますけど、ものによっては、僕は全然苦手とは思えないぐらい、色がね、うまく塗れているイラストもあります。これはね、めっちゃいいですよね。ただね、よく見てみると、確かに色については、ちょっと安定しない部分もあって、特にね、黒系統の色は苦手なのかなって思うぐらい、ちょっとね、のっぺりとした仕上がりになっているものもあって、確かに苦手なのかなと思うものもありました。でもね、半年でここまで自分の表現に落とし込めていますから、そんなね、気にするほどのことでもないかなとも同時に思いました。はい。こちらは、イラストをね、イベントのフライヤーみたいな感じにアレンジしたイラストですね。一転してね、線は整えられていない、ラフなままのイラストなんですが、やっぱりですね、物を立体的に捉えられていて、それをね、線に実際に落とし込んでいく過程が見て取れて、とてもね、いいイラストだと思いました。才能を感じますね。最後にこちらのイラスト。多分ですね、ブルアカが好きな方なんだと思います。で、ブルアカってですね、いろいろな作品を通してみても、色彩がすごく独特で、特にね、色のトーンが明るいトーンにすごく限定されているようなディレクション、ルックをしているんですね。なので、ご本人がこういうイラストに心惹かれているんだとしたら、特にね、明るい色に対する感覚が研ぎ澄まされていると思うので、その辺の色彩がね、すごく反映されているような気がします。全然ね、色が苦手っていうわけではなさそうですよね。はい。ただですね、ご本人も気にされているように、確かに作品によっては、影の厚みが足りないかなとか、奥行きが感じられないかなとか、そういう問題もないことはないんです。じゃあ、その辺、その問題、どう考えて、何を考えて色を塗れば、その問題が改善するのか、色がよく見えるのか、今日の動画を通してお伝えしていければと思います。この動画を見ていただければ、色ってどうやったらうまく塗れるのというお悩みを払拭して、見栄えよく色塗りができるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。シャドウとシェードを区別する。色の厚みが足りない、奥行きが足りない、なんか見栄えがしないって思った時、真っ先に意識した方がいいのが、シャドウとシェードの違いを知って、意図的にその2つを塗り分けるということです。はい。こちらのイラスト見てください。こちらはですね、同じく高丸さんのイラストですが、このイラスト、確かに、ちょっと絵として奥行きを感じにくいですし、全体的にね、少し簡素な印象を受けるかもしれません。で、なんでそういう印象になっているのかというと、まさに、
シャドウとシェードの違いをあまり意識せずに塗られているからだと思います。はい。ただですね、シャドウとシェードっていきなり言われても、シャドウ？シェード？何のことって思うと思うので、まずは一旦簡単な図で説明します。こちらの図ですね。こちらの図を見てください。はい。四角い箱が2つ重なっていて、それぞれに影がついています。で、簡単に言うと、四角い箱の側面についている影をシェード、そして太陽の光を物体によって遮られてできる影をシャドウと言います。もっと簡単に言うと、物体自体につく影がシェード、そして地面に落ちる影がシャドウと覚えておいてもいいです。ただしですね、シャドウは地面に必ずしも落ちるとは限らなくて、物と物が重なっていれば、地面じゃなくてもね、ここにシャドウが落ちます。はい、この左側に重なっている部分にもシャドウが落ちていますよね。はい、この2つの概念をとりあえず覚えておけば、まずは一旦シャドウとシェードの違いは分かったと思っておいて大丈夫です。図としてね、分かりやすいように、シャドウを真っ黒にしていると思いますが、シャドウは絶対に真っ黒になるというわけではありません。図説としてね、あくまで分かりやすくするために、こうしているだけですね。でですね、特にブル赤の絵だったり、そうじゃなくても薄めのトーンが好きな人って、このシャドウとシェードをこうしてしまいがちです。はい。シャドウもシェードも一色体に薄くしてしまうんですね。全体の色が薄くなるので、淡くて柔らかな印象は作れるんですが、そうなると今度は、なんとなく存在感が希薄で、奥行きが感じられないイラストになってしまうんです。じゃあ、これをどうすれば、この問題、存在が希薄で、奥行きが感じられないっていうこの問題を解決できるのかっていうと、はい。こうします。はい。これよーく見てみるとわかると思います。わかりやすいように、2つの画像を切り替えてみましょうか。パッカー、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 パッカー。はい、どうでしょう？どこかわかりましたでしょうか？一箇所目は、シャドウが濃くなったのがわかると思います。地面に落ちている影が濃くなりましたよね。なぜシャドウを濃くしたのか？それは、モチーフの、この場合はこの四角い立体の存在感をアップさせるためです。実はですね、シェードは物そのものの影、そしてシャドウは地面に落ちる影だよ、と言いましたが、実はですね、もう一つの言い方があります。それは、シェードは物の質感を表現するための影、そしてシャドウは物の存在感を表現するための影ということです。はい。例外はあるんですが、ざっくりとそう捉えておくと分かりやすいです。なんかゴツゴツした質感が表現したいな、なんかツルツルした質感を表現したいなと思ったら、シャドウじゃなくシェードを書き込んでみてください。はい。そうすると、このようにゴツゴツした質感だったり、このようにツルツルした質感が表現できます。で、質感じゃなくてですね、なんか物としての存在感が希薄だから、もっと存在感をアップさせたいんだよっていう時には、そういう時にはね、シェードじゃなくてシャドウを書き込んでみてください。それによって存在感がアップすると思います。今やったことの一つは、シャドウをね、濃くしました。それによって今言ったように、全体の色は薄いままに、存在感だけをアップさせることができるんです。そしてもう一個だけ、微妙に調整した部分があります。どこだかわかりますでしょうか？もう一度パカパカしてみますね。探してみてください。パッカー、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 パカ。はい、どうでしょう？はい。そうですね。奥側の薄い四角のシェードの部分だけを少し濃くしました。はい。これはどういう意味があるのかというと、これがね、奥行きを表現するためです。さっきの状態では、手前の四角と奥の四角のシェードの部分が全く同じ色で塗られていました。でも、同じ色っていうのはですね、見た人はこの2つの距離が同じように感じてしまうことになります。本来は違う距離。手前にあるものはより手前に、そして奥にあるものはより奥に感じてほしいのに、その2つが同じ色で塗られているために、同じ距離に、つまり全く奥行きを感じなくなってしまうんですね。なので、奥にあるものは若干明るさを暗くして、ここは手前にある部分とは違う色なんだよっていうことを見ている人に感覚的に示さなければいけません。そうすることによって絵に奥行きを追加することができるんです。さあ、それを踏まえた上で、さっきのイラストには何が足りなかったのか、僕はですね、大きく言えば3つだと思いました。1つは、シャドウが薄すぎて存在感が希薄になってしまったこと。そしてもう1つは、手前のシェードと奥のシェードが同じ色になってしまったこと。はい。これによって奥行きがちょっと損なわれてしまったんですね。で、最後の1つは、シェードの書き込みの足りなさによって質感がいまいち出せていない部分があるってことですね。はい。それを踏まえて僕はこのように添削させていただきました。ほんのちょっとしたところです。はい、ドン。はい。これはですね、ちょっとした変更しか加えていないんですが、存在感、奥行き、質感が
ちょっとずつアップしたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ポイントはですね、さっき言った3つのポイント、そのままです。まずは存在感をアップするために、シャドウを濃くしました。はい。わかりやすいのは、膝の部分の落ち影、そして座っている地面に落ちている影を追加したことです。はい。そこに注目して見比べてみてください。パッカー、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 パッカー。ほら、ここの膝と地面の影が濃くなっているおかげで、この子はここにいるんだ、みたいな、そういう体重的なね、感覚、存在している感じがアップしたのがお分かりいただけると思います。で、二つ目は、奥行きを感じさせるために、奥に結んでいるこの髪の毛のシェードを手前よりも濃くしたってことです。はい、これも見比べてみましょう。パカ、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 ね。髪の毛は同じ白色なんですが、手前のシェードと奥のシェードの色を違えることによって、感覚的にですね、これは奥にある髪の毛なんだっていうことが分かって、画面に奥行きが加わったのがお分かりいただけると思います。そして最後、質感表現のためのシェードです。これは主に制服の部分、そして実は髪の毛のハイライトの部分も少しだけ質感をアップしています。これもパカパカして見比べてみましょうか。はい。パッカー、パッカー、パッカー、パカと。はい、どうでしょう。さっきのね、四角い図でもそうでしたが、面と面が変わる部分をはっきりさせることによって、これはどういう質感なのか、スルッと柔らかいのか、それとも少し硬くてパリッとしているのか、そういう質感を描き分けることができます。修正前はですね、面の切り替わりの部分にあまりコントラストがついていなくて、うまくね、質感が出ていなかったんです。それもあってね、少しのっぺりとしたような、平面的なイラストに見えてしまっていたわけです。今お伝えしたシェードとシャドウの違い、そしてそれぞれの役割の違いを意識することで、あなたの色塗りは劇的に進化します。ぜひこの色塗りのコツ覚えておいてくださいね。めっちゃ役に立つと思います。髪の毛の色にバリエーションを持たせる。さて、今のを踏まえた上で、もう一例見てみましょうか。こちらも高丸さんのイラストです。はい。造形のセンス、デフォルメの仕方、もう本当にうまいですよね。とてもいいイラストだと思います。ただ、このイラストも色に関しては、少しメリハリが足りずに、ぼやっとした印象に留まっているように感じます。僕が思うにですね、この原因も、さっき解説したポイントと一緒です。はい。もう一回おさらいしましょう。一つは、全体を薄くしようとするあまり、シャドウも薄くなってしまったこと。そしてもう一つは、シェードの書き込みが少しぼやけてしまっているので、服でも髪の毛でも質感にあまり違いを感じられなくなってしまっているところ。そして最後、手前と奥とで色が同じになってしまっているところですね。今言ったことを踏まえて、僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。はい。変更した部分はね、実は髪の毛だけなんですが、結構ね、髪の毛だけでもすごく効果があると思います。順番にポイントをお伝えすると、まずはシャドウの部分ですが、このサイドヘアのこの部分ですね、長い毛束に落ちているこの濃い影です。これがね、実はシャドウの部分になりますので、ここを濃くすることによって少し存在感をアップさせることができます。さらに質感をアップするために、この髪の毛のハイライトの部分を中心にもう少しはっきりと質感を書き込んで、髪の毛のつるっとした感じを表現してみました。で、最後、手前の色と奥の髪の毛の色をちょっとだけ変更して、奥行きや立体感を強調してみました。はい、わかりやすい部分で言うと、髪の毛のこの辺の部分とこの辺の部分。はい、よーく見るとね、色が違いますよね。奥の方が少し色が濃くなっていると思います。これによってキャラクターに立体感や奥行きが生まれて、よりイラストに奥行きを感じられるようになると思います。目の描き込みを意識する。はい。それともう一つ。色塗りで重要な部分は、目の描き込みを意識するってことです。目の描き込みがね、どうしても簡素だと、完成度が低く見えてしまうことがほとんどです。そう見えないように工夫しない限りは、目は他の部分よりもさらに描き込んだ方が、完成度が高く見える場合が多いと思います。はい。こちらもですね、ピンポイントで書き込んでみましたので、結果を見てみましょう。はい。ドン。いかがでしょうか？目の描き込みの有無ですごくね、完成度が違って見えるのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ただね、さっきやった髪の毛の描き込みもそうなんですが、描き込みだけを増やしていくとどうしても色がね、どんどん濃くなっちゃう問題も発生します。描き込みはですね、どうしても足し算の作業なので、描けば描くほど色が足されて、全体的にね、ちょっと濃くなってしまうんですね。そういう時は、最後にトーンカーブを使って、ピンポイントで色を明るく持ち上げてみるのもいいです。例えばですね、今回は髪の毛の部分を結構描き込みましたから、元の色からかなり濃くなってしまいました。濃い色がいいっていう場合にはそのままでいいんですが、やっぱり元の軽い印
印象も大事にしたいっていう場合には、はい、このように書き込みを行った髪の毛の部分だけトーンカーブで少し明るく持ち上げることによって元の軽い印象をそのままに存在感、質感、奥行きだけをプラスさせることができると思います。はい、色がね、元の通り薄くなったので印象としては弱くなったような気がすると思いますが、最初の状態と見比べてみると、ほら、かなり歴然に違いがわかると思います。確かに遠目には色は一緒なんだけど、なんか存在感とか立体感とか奥行きが足されたのがわかりますよね。はい。単純にね、色が苦手で一色単にしてしまうと、どこを改善すればいいのかわからなかった人でも、今回の動画を見ていただければ、あ、なるほど、シャドウとシェードの違いを理解できていなかったから、存在感、奥行き、そして質感を表現できていなかったのかっていうことが分かった方多いのではないでしょうか。ぜひね、今回の動画何度か見ていただいて、ご自分のイラストに活かせる部分、思い描きながら見てみてください。きっとあなたの色塗り、めちゃくちゃパワーアップすると思いますよ。といったところでいかがだったでしょうか。今回はシャドウとシェードの違いを中心に色塗りのコツについてお伝えしてきました。色塗りってね、切り口によって様々なことが言えるので、ちょっとね、お伝えするのが難しい部分ではあるんですが、でももっと色についてよく知りたい。特にこれをやったら一気に見栄えが悪くなっちゃうよ。そういう NG な例も知りたいよ。と思う方もいるかもしれません。そんな時にはこちらの動画、初心者注意、間違った色の塗り方5選もおすすめです。見栄えが損なわれてしまう NG な色塗りの例と同時に、そんな時にはこうすれば解決するよという例も合わせてご紹介させていただいております。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。